皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。本日は2025年注目作の一つ、韓国のゲーム開発スタジオハンド13より開発中の新作オープンワールド MMO アクション RPG ドラゴンソードについてベータテストへ参加したので、ゲームの概要から実際にプレイした感想をお伝えしていきたいと思います。また今回参加するにあたってご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。ものすごく参加するハードルが高く、さらに忙しい中こういったことにお付き合いしてくださり本当に感謝してます。僕一人だと完全に積んでたのですごく助かったし、国という国境を越えた人の温かさをまた感じることができました。本当にありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。ということで、韓国のゲーム開発スタジオハンド13によるドラゴンソードとはどんなゲームだったのか、曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。まず恒例のタイトル概要から。タイトル名はドラゴンソード、リリース日はまだ未定ですが、2025年5月末から6月2日にかけてベータテストが実施された期待の新作です。ジャンルはオープンワールド MMO アクション RPG、 開発は韓国のハンド13、グローバル展開はウェブゼン、対応プラットフォームは iOS、Android、そして PC のクロスプラットフォーム対応。さてこのドラゴンソード、何がそんなに注目されているのかというと、まずはアンリアルエンジン5で描かれる圧倒的なグラフィック、王道ファンタジーの世界を現代最高レベルの美しさで再構築しています。そんな本作の物語のテーマ、ドラゴンに立ち向かう英雄の冒険。物語の概要は、出生不明の少年リュウトは司祭になるために王都を目指しています。道中助けた傭兵の少女カステラと傭兵団団長ジョニーの提案により、ひょんなことから1ヶ月だけ傭兵団に参加することになり、傭兵団としての生活が始まります。ジョニーの傭兵団は個々の実力はありつつも見習い傭兵団というランクのため、常に任務は雑用ばかり。そんな中、邪竜を倒した歴史に名を残す六英雄に絡む一つの任務から物語が大きく進展していきます。六英雄の真実であったり、リュウトの出生の秘密であったり、ファンタジー色強めの内容で展開されていきます。物語自体は知りやすさよりもコミカルさが多めで、ジョニーをボケ役とした傭兵団内でのツッコミ満載。当然シリアスな部分もしっかりと組み込まれていて、おふざけではなく真面目な部分も噛み合ってかなり楽しい物語となってます。プレイヤーはリュウトの目線で世界を自由に歩き回り、未知の大地を探索、仲間と共に巨大なドラゴンや強敵たちに挑んでいきます。世界の真実を求める冒険と危険に立ち向かうバトル、この2つの要素が RPG の王道的な面白さを存分に味わわせてくれます。最大の魅力はやっぱりアンリアルエンジン5が生み出す圧巻のビジュアル。空も海も地上も思いのままに自由に移動できて、しかもマウントを活用した探索もできるので、ただ歩くだけじゃ終わらないワクワクが広がります。キャラクターごとに異なるアクションや戦闘や連携や回避、コンボなどアクション性がかなり高めで、ハンドレッドソウルで培ったノウハウがたっぷりと活かされていて、ソロでもマルチでも手に汗握るアクションが楽しめます。そしてマルチプレイでは仲間と協力して巨大ボスに挑むレイドコンテンツもあり、みんなで戦略を練りながら強敵に挑む MMO ならではの楽しむポイントもあります。ちなみに開発元のパク・ジョンシク氏曰く、王道ファンタジーへの原点回帰、そして新たな挑戦、これが本作のテーマなんだとか。開発も順調に進んでいて、すでに初期ワールドの3分の2が完成しているとのこと。今からリリースが待ちきれませんね。ということで、ざっくりと概要はこんな感じです。そしてお待ちかねベータテストのレビューですが、その前に1点、今回ベータテストに参加するにあたってご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。そのおかげで日本のゲームファンにも韓国の新作ゲームの紹介ができるので嬉しい限りです。しっかりと忖度抜きでレビューさせていただきます。今回5月28日から6月2日午前中までの計5日半の中でプレイできたのは実質4日です。ストーリーはかなりのボリュームがあり、全5章からなっていて、結論から言うと荒削りではあるものの MMO の楽しさとオープンワールドとしての自由度、さらに物語の面白さを兼ね備えているタイトル。そしてこのゲームのベンチマークになっているのはゼルダとモンハンと原神、さらに今までの経
経験で積み上げたドラネスやハンドレッドソウルの要素を組み合わせたゲームと考察できます。フィールド上でのアクションはゼルダや原神を彷彿とした内容。バトルはモンハンやドラネス、ハンドレッドソウルなどの要素を踏襲してます。良いところ取りをしているので細かい問題点が解消されうまくまとまればかなり楽しめる設計となってます。ということでここからは各パートごと良かった点や荒削りな部分などをお伝えしていきます。ソーシャルゲームラボ。まずストーリーですが、1章クリアするのにしっかり読み進めるとだいたい3時間程度のボリュームで、5章クリアまで最短で15時間はかかりますね。僕は翻訳をしながら進めたので時間もかかり、4章クリアまでなんとかプレイできました。しっかり読み進めたということもあり、ストーリーに関しては王道ファンタジーでユーモアとシリアスが絶妙に絡み合う内容。日常パートでは激しいボケやツッコミ、お笑いが絶えない会話であったり、任務パートではボケやツッコミを入れつつちょっと真面目な感じ、バトルパートでボケやツッコミを入れつつ結構真剣だったり、シリアスなパートではおちゃらけは一切なく、普段バカみたいな発言をしているキャラたちも真面目な表情で会話したりとギャップもあり、シーンごとに練られた内容となっているので単純に面白いです。ボケとツッコミが常にあるので普通に笑えますね。そしてその物語性が中肉さが満載なので、仮に自分がその年齢だったら結構ハマっちゃうかもしれない。個人的には嫌いじゃないけど、精神年齢高いとちょっと子供っぽさが否めない内容です。そんな感じでストーリーは楽しめました。でね、ゲーム開始してストーリーは良いんですが、チュートリアルや新要素などの動線、さらに Tips がかなり不親切だなと感じました。あれこんなの知らないよってことや、これは一体何だとか、そういったところが多く感じました。例えば本作では装備を制作できるんですが、同じ装備でも材料の投入数が違うものがあって、これは何が違うのか説明がなかったり、戦闘時の細かい連携や特殊操作の説明があったりなかったりと、プレイヤーを悩ませることが多かったです。次に移動に関して、移動は古き良き MMO ってところで、フィールド探索時はジャンプとダッシュ、マウントに乗ることで水中に潜れたり滑空ができたりクライミングができるようになります。そのためマウントが絶対必須となります。マウント自体はすぐ無料のものが手に入るので問題ないんですが、ずっとマウントに乗っていないといけないという煩わしさがあります。またマウントを複数所持している場合は、メインで使いたいマウントをキャラそれぞれに設定する必要があるのでめんどくさいといった感じです。今世に出ている MMO であったりオープンワールド系のゲームから比較すると、この移動手段はストレスがたまる内容。ただ水中に潜れるのはちょっと面白かったです。続いて育成ですが、やり込み要素として機能しており、キャラや装備、さらに武器に装備させるアーティファクトやルーンの強化や限界突破、キャラのかけらを使った超越、さらにスキル強化など、育成自体はよくある内容なので直感的にでき、プレイヤーフレンドリーな感じです。ただ最も肝心なキャラのレベルを上げるための育成素材の入手コンテンツが見当たらず、見落としてはいないと思うんですが、これも結局のところチュートリアルや入手経路の説明が不親切な結果と思われます。ただストーリーをこなすことでキャラの育成素材の入手や運営からのプレゼントなどで入手できたので問題なかったんですが、当然このままだとやばいなと。さらにルーンについてもどこで入手できるのか不明なのでノー装備でプレイしてました。次は遊びの肝となるバトルについて、爽快感と緊張感、そして新鮮な要素がいくつかあってかなり楽しめる内容。バトルにおける主な攻撃手段は通常攻撃、特殊攻撃、スキル1、スキル2、特殊スキル、投げやしがみつき、さらに連携攻撃が可能で、これらの要素を組み合わせることでかなり多彩なバトルができます。この辺はまさにハンドレッドソウルやドラゴンネストを彷彿とさせる内容でした。連携からの投げやモンハンライクなしがみつきは普通に楽しめました。ただボスにおいては推奨レベルさえ超えていればソロでもなんだかんだ倒せちゃったり、しがみつきからの突き刺し攻撃がかなり強力であっという間に倒せてしまったりと、戦闘におけるレベルデザインは検討の余地があります。またカメラワークや揺れが結構気になるのでこの辺りの調整も必要と考えます。さらに V 破壊要素があると思ってたのですが、今回使用した限りそういった部分も見受けられなかったので、
今後はぜひそういった要素も追加してほしいです。そして共闘についてはぶっちゃけできませんでした。言語の壁があり、チャットで呼びかけることもできず、また自動募集とかもあったんですが、なかなかマッチングせず諦めてしまいました。今回実装されていた共闘用コンテンツは1名から2名といった少数でのプレイで、難易度自体も高くないので、ソロでプレイした感覚からすると意外と秒殺できちゃうのかなといった印象です。ある意味 MMO でありつつも、ソロでもエンドコンテンツが楽しめるは良い部分かなといった印象ですが、ただ歯ごたえがちょっと薄い。次はエンドコンテンツについて。サブクエストと共闘マルチのレイド戦が実装されていて、少ないものの今後この辺は増えてくるのかなと思います。で、サブクエに関しては特徴的なことはないんですが、クリアしておくことで育成素材やマウント購入できる専用コインを獲得することができるので、ストーリーの合間に進める感じです。また共闘マルチはソロでもクリアすることが可能なレベルデザインなので、もう少し難易度調整は必要かなといった印象。クリアすることで装備制作における素材が入手できるため、欲しい装備を揃えるためのやり込み要素となっています。このやり込み要素は現時点で装備収集だけで、装備は制作時にルーンをはめるスロットが確率で付与される仕組みです。なのでスロットのない装備だとキャラの特性を最大限まで活かせないので、スロット装備の入手は結構やり込みにもつながるのかなといった印象です。この辺りもよくある要素かなといった感じ。次が気になるマネタイズ要素。今回はガチャが実装されているのみで、購入品とかのショップはなく、石の価格などは不明です。ガチャに関してはキャラとアーティファクトの闇鍋式、確率はこんな感じで割とキャラの入手はできる印象です。ベータテスト3日目からは特別に確率が変わったっぽくて、星5キャラが連発するという大盤振る舞いな感じになってました。リリース時点ではこんなことありえず、現在分かっている排出確率がベースとなると思います。それでもそこそこキャラ入手は可能。確率的にキャラが欲しければ工場ガチャをぶん回すのが良い感じです。はい、ここまでつらつらと各パートごといいところ気になるところをお伝えしてきましたが、プレイした感想をまとめると、まだまだリリースは遠く感じました。とりあえずゲームができる状況っていう感じで、アルファ版とベータ版の間ぐらいの状況。バグもあれば細かいバランス調整も必要で、さらにエンドコンテンツの少なさやマウントありきの移動方法、チュートリアルの回収など、まだまだ荒削りな部分も多く、修正はいっぱい出てきそうです。そして MMO というよりか MO に近く、街中では他のプレイヤーとの交流はありつつも、フィールドで誰かに出会うということはなく、バトルにおいても特に役割という概念もなく、そういう意味では原神ライクとも言えます。この手のゲーム設計は今かなり多く出ていて、AAA タイトルで大渋滞です。独自性はぶっちゃけバトルにおけるシステムですが、他のゲームもバトルは力を入れていて楽しめるので、そこで勝負を挑んでも今のままだと勝負にならず終わってしまう可能性があると感じました。せっかくしがみつきや空中コンボなどできるので、進撃の巨人のような大型ボスに対して20人とか30人とかで挑む高難易度ボス戦とか、あとはある程度役割ってのがあるとまた違ったものになってくるのかなといった感じ。リリース時期に関しては会社の方針などもあると思いますが、良いものとして世に出すならあと2年は必要かなといった印象です。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は韓国のゲーム開発スタジオハンド13が開発中のドラゴンソードのベータテストプレイレビューをお送りしてまいりましたが、いかがでしょうか。期待できる要素はふんだんにあるので、ぜひ今回のベータテストによる意見を集約して今後のブラッシュアップに期待したいところです。ストーリーは折り紙付きです。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。